台北市内の街並みは日本と似ているようで、じっと見ていると何かが違うように感じます。すぐ気がつく違いといえば、建物の壁に直接張り付いている室外機でしょうか。台北市内の多層構造な建築物に室外機が設置されている壁を見ると、とても異国な雰囲気を感じます。看板には赤や黄色がよく使われているような気がしました。複雑な建物が並ぶ街並みに特化した目立つデザインや配色が多いイメージです。また台湾に来ると一番最初に目に飛び込んでくる違いはこの信号機だと思います。この信号機のキャラクター、名前がついていて、中国語でシャオリュウレンと呼ぶそうです。台湾の信号機でおなじみのキャラクターです。そして街歩きをしていると力強い街路樹にも目が行きます。これはガジュマルという木で、台湾の街路樹には多いそうです。すごく独特な形でとても異国情緒にあふれていて圧倒されました。1日観光できる日はこの日しかないので、どんどん回っていきます。まずは体力をつけるために朝ごはんを食べに行きます。台北の路線図はこのようになっています。東京ほど複雑ではなくて分かりやすいですね。台湾の朝食として有名な豆漿を食べに行きたくて、事前に下調べしておきました。風飯豆漿というお店です。日本人の方も多く、かなり人気のお店です。40分ぐらい並んでやっとありつけたのがこちらです。シェントウジャンとは干しエビ、ザーサイ、ネギ、黒酢、塩などが入った器に熱い豆乳を注いで、カリカリの揚げパンをトッピングしたものです。豆乳がお酢や塩で凝固して豆腐のように固まります。いろんな具材の出汁や旨味が効いていてとても美味しいです。お昼ご飯はジャージャー麺を食べに来ました。内容ってどういう意味？台湾のジャージャー麺は日本で食べられるものと比べても材料にそれほど違いはないと思いますが、ニンニクのパンチがかなり効いています。そぼろ肉とニンニクの相性が程よくてめちゃめちゃ美味しいです。小サイズを頼みましたが、サイズもちょうど良かったです。ニンニクや二郎系ラーメンが好きな方は絶対気に入ると思います。いい意味ですごい予想を裏切られた台湾っぽい味なのかなと思ったら、釣りニンニク系だ。白い建物が見えてきた。満腹になったところで有名な観光名所の一つ、台湾の歴史の中でとても重要なある場所にやってきました。それがこの中正記念堂です。白い建物って日本あんまりない。お城ぐらい。階段の段数にも意味があり、本堂の正面には84段、また入り口の階段5段を加えると合計89段になっています。これはある人物の享年である89を表しているそうです。この厳かな建物の中に鎮座している人物、それが蒋介石です。中国大陸から遷都された後、この地を大きく動かした台湾にとって非常に重要な人物の一人です。フロアの天井には国章である青天白日の記章が描かれています。台湾の国旗にもあるマークです。この座像は蒋介石の故郷中国大陸の方角を向いていて、特別な意味を感じます。蒋介石が最後まで帰ることのできなかった生まれ故郷、今は何を思いながら見つめているのか、とても感慨深いところでもあります。少し難しい話になってしまいましたが、台湾にとっての重要な場所を見ることができてとても勉強になりました。休憩がてら甘いものが欲しくなってきました。台湾といえばタピオカミルクティーですよね。台湾は昔からアレンジティーを楽しむ文化があるそうで、その流れで誕生したのがタピオカミルクティーらしいです。今回はタイガーシュガーというお店です。
実は去年飛行機の乗り継ぎで台湾に来た際に飲んだことがあります。甘い黒糖と濃厚なミルクでとても美味しかった記憶があるので、今日もまた来てしまいました。なんか俺がハローって言ったら即ジャパニーズで日本人として見られた。口の中に残ったニンニクの香りや風味が中和されていく感じがして、とても幸せでした。台湾来てからすごい勢いで炭水化物取ってる。夕暮れ時のいい時間になってきたところで、一番有名な場所に向かいます。駅構内で迷っていたら、親切な係員の方が行き方を教えてくれました。今向かっているのは台北の一番高いビル、有名なランドマークといえばここ台北101ですよね。名前の通り101階建ての超高層ビルで、ショッピングエリアやオフィスビル、最上階には台北市内を一望できる展望台があります。これだけの超高層ビルを建設するのに重要な耐震設計も話題になりました。構造物としては節のようなものが8個で構成されています。中華圏では8は縁起がいい数字なので多用されているそうです。全面ガラス張りの近代的な建物なのに、中国の伝統的な建築美学も感じられます。立地からデザインまで風水の最高傑作ともいえるこの建物は、台湾の歴史と文化を集約させた近代を代表する建物でもあります。この景色すごいですよね。先ほどのような歴史や知識を学んだ上で、ここからの景色を眺めるとまた味わい深いものを感じます。細かな一つ一つの文化と歴史がこの街を形成しているんだと思うと、より魅力ある景色に思えます。そして上空からも台北のリアルな暮らしの一部を垣間見れたような気がします。夜ご飯の時間です。まずやってきたのは台湾で一番有名なレストランといっても過言ではないディンタイフォンです。台湾には数多くの小籠包屋さんがありますが、ディンタイフォンは特に日本人に人気です。ディンタイフォンが小籠包の味の指標の一つになっているという話もあるので、どんな味なのか非常に気になります。人気店のためお客さんも多いですが、受付や注文はとてもシステマチックですごいです。僕たちが行った時間は一番混雑する時間帯のためか、待ち時間の間に店員さんに注文しました。それに数字を書くのかな。席に案内された後はすぐに料理が運ばれてきます。そして注文したのはチャーハンと小籠包。味はというともちろん美味しいです。小籠包は熱々の肉汁があふれて何個でもいけそうなくらいです。チャーハンもパラパラでしっかり味がついていて美味しいです。本当に回転率の速いレストランですね。今度は日本のディンタイフォンにも行ってみたいです。ディンタイフォンでサクッと食べた後はもちろん夜市に向かいます。今回は城ヶ街夜市というところに来ました。台北101から直行したので Uber を使っていきましたが、駅から近くて地下鉄でも行きやすいです。ちょっと待って、これすごいね。何これ。夜市の真正面にあるおしゃれな寺院は松山自由宮です。なんと200年以上の歴史もある寺院だそうです。参拝している方は地元の方がほとんどで、夜市の入り口にあるとは思えない厳かな雰囲気でした。綺麗だね。夜市の入り口には大きな門があって、そこも写真映えするスポットでした。全長600メートルの通りにたくさんの屋台やお店が並んでいます。
最初に注文したのは超定番の胡椒餅です。昨日も食べましたが忘れられなかった味なのでまた食べます。列が長いですが回転が早いのであっという間に購入できちゃいました。やっぱりこの味は美味しいです。いちご飴も買ってみました。今思うと台湾で有名なミニトマトの飴にしとけばよかったなと思いましたが、いちごも甘くて美味しかったです。昨日のネイカロ夜市とはまた違った雰囲気で非常に楽しめました。今日は移動しっぱなしの一日だったので本当に疲れました。明日はいよいよ帰国の日です。台湾最後の夜で少し寂しいですが、ホテルに戻って休むことにします。外だってうわ